どうもおまちです。ニブルどんなユニットですか？ズバリ一言で言うと、初めてのバフキャンセラーです。これデバッファーではなくてバフを取り上げるっていう意味のバフキャンセラー。ニブルを理解する上で絶対に押さえておきたいアビリティが2つあります。左からバリアブレイクアロー。それそのままバリアの破壊です。で、右がデスペルスプレッド。これが強化の解除。まず左から見ていきますけど、このバリアの破壊、これね、これまで防御貫通とか耐性貫通とか、貫通系の使用はありましたけど、バリアごとぶっ壊すっていうのは今回が初実装です。これバリアなら何でもぶっ壊すのかって言われるとそうではなくて、制限があります。これ物理バリアね。代表的なところで5人試してみました。アリーナでもよく見かけるメンツで、ラスウェル、ギルガメッシュ、セシル、キルフェ、で、オールラウンドのトラマス装備。ラスウェルの分身が一番わかりやすいです。これがブツマシールドで1回に限り、攻撃を完全無効。これね、ダメージ入ってないじゃないですか。真ん中のあたり表示が。だけどバリアブレイクアローだとバリアを破壊した後にすぐさまダメージが入ります。こんな感じで。その他ではギルの断絶の鎧。で、セシルの献身の防御。あとね、よく見ますね。キルフェの魔杖防盾。で、オルランドゥのトラマス装備品の雷神のマントによるシールド。この辺りもね、ぶっ壊せます。なかったことにできるので、ダメージ量がね、低減されることがなくなるので、かなりこちらの、陽ダメージが上がります。次に、敵の強化を全て解除するデスペルスプレートを見ていきます。これまで緑魔同士のデスペルが存在してましたけど、あれ、オートではほぼ使わないので、ちょっとね、実戦では使えなかった。そこでここのデスペルスプレートの登場。まず、この強化をすべて解除ってありますけど、これバフだったら何でもかんでも解除するのかって言われたらそうではない。解除できるバフと解除できないバフがあります。解除できるバフ、大まかに2種類あります。1つ、ヘイトアップアビリティ。本当に代表的なところで、レインのアストラルガードと控えの戦士のブレイブプレゼンス。これ両方ともね、アトラクトブレードもそうなんだけど、これヘイトを12アップさせます。自分のヘイトを12アップ。そこにデスペルスプレートで全強化解除入ると、これちょっと見にくいんですけど、ヘイトがマイナス2になってます。マイナス2。これヘイトがマイナスになっている理由ですけど、デスペルスプレッドで、純粋にヘイトの12を打ち消しました。その後ダメージが入っているので、1回ダメージが入るごとにヘイトが2下がるので、いろいろ足し引きしてマイナス2になってます。だから、あとね、アトラクトブレード。パラディンのアトラクトブレードも僕確認済みです。あれもヘイト打ち消し可能です。一つ注意が必要なのが、ビジョンカードの愛の誓いによる開幕ヘイトアッププラス5。あれはね、解除できませんでした。おそらくですけど、強化ではなくてビジョンカードの効果とみなされているんじゃないかなと僕は思ってます。そしてもう一つの解除可能なバフのポイント。それがダメージ量に関係するバフかどうか。例外はあるんですけど、これで捉えておくのが一番わかりやすいと思います。まずこのオルランドの黒樹脂の紋章を見てほしいんですけど、これが一番わかりやすいかな。すごい端的に現れてる。これデスペルスプレッドを打ちます。で、これがね、デスペルスプレッドを打つ直前のオルランドのステータス。これ攻撃力820っていうのと、この暗闇無効、睡眠無効、麻痺無効。これ見ておいてくださいね。これ次デスペルスプレッドを打った後。これどうですか？攻撃708。攻撃力は落ちました。だけれども、暗闇無効、睡眠無効、麻痺無効は据え置き。だこういうね、状態異常とかの耐性バフ。あと AP 回復量とか、そういうものはね、解除できませんでした。解除できたのはやっぱ攻撃力とか、防御貫通率とか、ダメージ量に直接関与するような項目は、解除できました。似たような例をもう一つ出すと、オルドアのトラマス装備品のふんどし。この受け継がれし防衛なんですけど、この防御貫通率アップは解除できました。だけれども、この AP 自動回復、こっちはね、解除できなかった。他の解除可能な例として、戦乙女の軽眼とか、任せておけ。これ素早さアップも解除できました。あとね、で、センチネル。これセンチネルも意外だったんですけど、防御アップと精神アップ、これはね、解除できた。最後に、ニブルでは解除できなかった代表的な4つのアビリティ紹介して終わりにします。これ一応、バリアブレイクアローもデスペルスプレッドも万が一のため両方試しましたけど、両方とも解除不可能だった4つのアビリティです。まずはね、活性光。ジザのトラマスの活性光。で、清らかな祈り。これローザが死ななくて本当に良かった。で、不滅の闘士。これ意外でしたけど、不滅の闘士は解除不可能。で、あとプロテスね。魔法のプロテス。まとめです。今日の動画のポイントをざっと振り返ります。ニブル、どんなユニットですか？初めてのバフキャンセラー。役割として2つですね。物理バリアの破壊と強化の解除。
で、左下のメンツのバリアを破壊できるようになったので、この5人にはかなりダメージが通るようになるんじゃないでしょうか。で、解除できる強化の種類ですけども、大まかに2つ。ヘイトアップアビリティですね。レインのアストラルガード、光の戦士のブレイブプレゼンス、パラディンのアトラクトブレードなどなど。で、もう一つの特徴としては、ダメージ量に関係するバフ。攻撃バフですね。攻撃力アップ、防御貫通率アップ等々、直接ね、ダメージに関係するような攻撃バフは解除できますけども、状態異常に関する、麻痺無効とかね、暗闇無効とか、あとは原年のスーツによる活性光の AP 回復量アップとか、そのあたりは解除できないので注意です。今日のこの動画の内容でニブルについて知っておくべき8割ぐらいは抑えられたんじゃないかなと思います。もちろんね、あとクイックを持っていたりとか、あと敵のムーブを下げるアビリティを持っていたりとか、マスターアビリティに防御貫通があるので、火力に特化してもなかなか役立ってくれるんじゃないかなどなどは、気になるところなので、今週末のアリーナ動画でもうちょっとね、踏み込んで細かいところを抑えていければなと思ってます。なので、また見に来てくれると嬉しいです。それでは、バイバイ。